皆さんこんにちは。卓球ライフ楽しんでますか？ナビゲーターのみさきです。今日も用具の深すぎる世界を徹底的に掘り下げていきたいと思います。そしてお相手は、用具のことなら分子レベルから歴史的背景まで何でもこざれの用具アナリストケンジさんです。ケンジさん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ケンジです。本日もよろしくお願いします。みさきちゃん、今日のテーマは卓球の歴史を語る上でも、精度高く現代の粘着ラバーシーンを語る上でも絶対に避けては通れないあのメーカーですよ。待ってました。今回は視聴者様コメントに対してさらに調べてみましたシリーズの第81弾。なんと中国のロースの中の老子のフレンドシップ729の包括的な調査報告書をもとに徹底解説しちゃいます。素晴らしいですね。フレンドシップ729または RITC というブランド名でベテランプレイヤーにはおなじみかもしれません。ただ現代の若いプレイヤーだと高層機の強標は知っているけど729って何？なんか昔の安物ラバーじゃないの？なんて思っている人もいるかもしれません。しかしそれは大いなる誤解です。そうなんですよね。実はこの729、ただのメーカーではなく国家的プロジェクトから生まれた凄まじい歴史があるんですよね。その通り。1971年に日本で開催されたあの歴史的な第31回世界卓球選手権名古屋大会が全ての発端です。いわゆるピンポン外交の契機となった大会ですね。ここで中国ナショナルチームは当時の用具、特にラバーの摩擦力や弾性の遅れに直面して金メダルを逃しという苦い経験をしました。これに危機感を覚えたのが当時の周恩来総理です。なんと、一国の総理直事務の命令だったんですね。世界に勝つための新素材、新しい用具を開発せよという、まさに国家的ミッションが下されたわけですね。そうです。そしてそのミッションを託されたのが一般的なスポーツ用品メーカーではなく天津ゴム工業研究設計院という政府系の研究機関だったのです。これが製品パッケージに印刷されている RITC の由来なんです。あの RITC ってそういう意味だったんですか？てっきりおしゃれなロゴのデザインかと思っていました。ラバーインスティテュート天津チャイナの略なんですよ。これこそが国を挙げたゴム科学の先端研究を卓球用具に直接投入してきた歴史の証明です。接着技術の歴史はまさにここから始まりました。そして1972年9月、ついに世界初の強粘着性トップシートの配合レシピ開発に成功しました。これが伝説のフレンドシップ729の誕生です。ブランド名の729は1972年9月のプロジェクト始動に由来しています。1972年の7と29で729、めちゃくちゃロマンがありますね。国家的インフラが開発した超極秘レシピが現代の粘着ラバーのルーツだったなんて最初から鳥肌が立ちます。この粘着ラバーの登場によって中国卓球はこれまでの前陣速攻から現代に続くドライブ主戦化への戦術的転換を完了することになります。C音程選手、コユクラン選手、梁華亮選手、精度高く唐阿氷選手や劉国梁選手といったそうそうたる世界チャンピオンを含め実に63個以上の世界タイトル獲得を支えてきたのがこのフレンドシップの技術なのです。中国卓球の強さの根底にはいつもこの729の科学的アプローチがあったんですね。今では天津市に5万3000平方メートルもの巨大な自社製造施設を持っていて ISO9001 や 5S 管理の下で超精緻な高分子ゴム成形ラインを稼働させているのですが、まずはこの歴史の重みをしっかり胸に刻んで次のエグゼクティブサマリーへ進みましょう。さて、今回の包括的調査分析ではメーカーの公式パンフレットや巷のベテランプレイヤーの経験則だけでは決して語られない冷酷な産業技術の実態に鋭く切り込んでいきます。はい、今日の見どころをぎゅっとまとめたエグゼクティブサマリーですね。今日の動画は本当にボリューム満点、最後まで見逃せないポイントが山積みなんです。まずどんな大発見があるのか、ケンジさんからリストアップしてもらいましょう。わかりました。本日徹底解説する主な発見は以下の通りです。バトルシリーズの完全解剖、DHS の強標に直接対抗する本当シリーズの一般用から小チーム用、国チーム用、さらには宇宙素材グラフェンを配合したバトル3の真の性能。
フォーカス3スナイプにまつわる ESM 生産説の真実。ネット上で長年囁かれてきたドイツ OEM 説を材料科学と流通経路から完全に論破します。物理特性の科学的数式モデル、グラフェン配合によるゴムの弾性ポテンシャルエネルギー式、そしてデュアルポアと呼ばれる二重鋼構造スポンジの圧縮空気力学モデルの徹底解説。用具の相性、エコロジー、中国式ペンホルダーのリア面打法、RPB における軽量化システムとシナリオ重視する7枚合板、インナーカーボンとな奇跡的な親和性。メーカーが隠したがる3つの不都合な真実。板定と呼ばれるファクトリーチューンの揮発寿命問題。中国コードのショア A と日読コードのショア C の換算の罠。そして初心者向けのスターランク完成品ラケットのからくり。視聴者様からのマニアックな質問検証。バトル対地対極の2層コードスポンジがなぜ ITTF 公式戦で規制されているのか、グラフェーマ本当に劣化を防いでいるのかといった超革新的な疑問への科学的回答。わー、これ卓球メーカーの人たちが聞いたら冷や汗を流すような内容ばかりじゃないですか。その通りです。私たちは常に科学的なデータと客観的な分析、そして沢級スポーツの用具検証やテーブルテニスデイリーフォーラムなどの国際的な専門コミュニティの議論をもとに事実のみを提示します。素晴らしいです。強氷とバトル2って何が違うのとか、中国ラバーのコード表記が全然当てにならないと悩んでいた視聴者の皆様にとって間違いなくバイブルとなる内容ですね。はい、それぞれの詳細な各論についてはこれから一つずつ丁寧にステップバイステップで解説していきます。各モデルの具体的な数値から物理的挙動、さらにはアリエクスプレスでの正規品の買い方、偽物の見分け方まで余すところなく語り尽くしますので、ぜひメモの準備をしてお聞きください。はい、それでは早速各論の第1弾、7入級の看板製品であるバトルシリーズの系譜から迫っていきましょう。まずは729のフラッグシップ、粘着ラバーの金字塔であるバトル2、本当2ですね。これは本当に人気のラバーで、多くのアマチュアからプロまで使われていますよね。そうですね。バトル2は高装機の強氷3ネオに真っ向から対抗するために開発された現代プラスティックボール対応の最高峰フォアハンドラバーです。まず最もベーシックなバトル2レギュラーコマーシャル版から見ていきましょう。コマーシャル版ということは一般市販品です。実勢価格が2600円前後と信じられないくらいリーズナブルなのにものすごい性能なんですよね。このレギュラー版は 2.1 ミリの高弾性オレンジスポンジを採用しています。トップシートは729伝統の強粘着ですが、シート自体に適度な柔軟性があり、低速時の胸元、台上コントロールと強打した際の直線的なバウンド、そしてバウンドした後に沈み込むという粘着ラバー特有の挙動を完璧に両立させています。なるほど、食い込みやすさがあるから粘着ビギナーでも扱いやすいんですね。そしてもう一つ、さらにパワーに特化したバトル2ゴールド金版がありますよね。これはどう違うんですか？バトル2ゴールドは 2.15 ミリという超極厚のパープルスポンジ、高度40度を搭載した完全にフォアハンドパワープレイヤー専用の特化型ラバーです。スポンジをあえて極厚にすることで、インパクト時のシートと木板の底付きを抑制し、食い込みすぎを防ぐことで、強打時にすまざしい一足初速とバウンド後に鋭く伸びる二足を発生させます。パープルスポンジ、見た目もすごく強そうですが、打球感はやはりかなり硬いんでしょうか？かなり硬いですね。スイングスピードが十分に速く、ボールを擦るだけでなく、押し出すパワーを持っている選手が使って初めてその進化が解放されます。中途半端なスイングだとスポンジの硬さに負けてボールが飛ばない原因になりますが、しっかり振り切った時の推進力はレギュラー版の比ではありません。まさに腕に自信のある大砲向けのゴールド仕様ですね。でもこれだけのクオリティのラバーがこの価格帯で手に入れるのはフレンドシップならではですよね。そうなんです。レブスピンネットのユーザー検証データでもバトル2シリーズのコストパフォーマンスは世界トップクラスと評価されています。ただバトル2の本領はここからなんです。小チーム用、国チーム用という選別グレードになるとさらに恐ろしい世界が見えてきます。
出ました。商用プロビンシャルと国用ナショナル。これ粘着ラバーマニアにとってはよだれものの言葉ですよね。普通のレギュラー版と何が違うんですか？これは単なる名前違いのパッケージ商法ではありません。製造工程におけるテクノロジーと出荷時の厳格な選別、クオリティコントロールの基準が全く異なります。まず、バトル2、プロビンシャル、小チーム用から解説しましょう。商用って中国の小代表チームに供給されるレベルの品質ってことですよね。その通りです。この小チーム用では、ゴムを加熱して弾性を与える顆粒バルカナイズ工程において、電子温度、圧力制御、エレクトロニックテンパラチャープレッシャーコントロールという極めて高度なシステムを採用しています。これにより、スポンジ内部のマイクロコア、微細な気泡の不均一性を極限まで抑制しているんです。気泡の大きさが全部きれいに揃っているということですか？そうです。気泡のばらつきがなくなると、どこで打っても均一な打球感と弾みが得られます。シートの色によってスポンジを分けており、黒シートにはコシの強いブルースポンジ、赤シートには高張力なオレンジスポンジが組み合わされています。実勢価格は4200円前後ですね。そしてさらにその上を行くのが究極のバトル2ナショナル国チーム用ですね。はい。国チーム用は厳格なロット内正規分布測定から重量、高度、均一性の交差が極限までゼロに近い個体のみを四角形にカットした最高峰の選別グレードです。ちなみに通常品は角が丸くカットされていますが、国用は四角形のままパッケージに入っています。カットの形で見分けがつくんですね。国境ブルースポンジ判定極卓や.comのレビューでもこの形状や印字による心眼判定が話題になりますが、やはり国境は打球感も別次元ですか？別次元ですね。最大の特徴は有機補助剤ブースターを使用しなくてもラバー自体が持つ優れたゴム弾性だけで凄まじい金属打球音と強烈な沈み込みの弾道を生み出す点です。ブースターなしで金属音が出るなんてどれだけゴムの質がいいんだって話ですよね。実勢価格も6500円前後とフレンドシップの中では高価ですが、バタフライのテナジーや強氷、国用、ブルースポンジに比べればまだまだリーズナブルです。非常に実践的で、特に前中陣で自ら積極的に回転をかけラリーを支配するトップ選手にとっては、この均一性と強靭な舵は手放せない武器になります。さあ続いては2012年に発表されて卓球界に激震を走らせた超最新モデルバトル3ホント3の登場です。これ何やらとんでもない新素材が使われているとか？そうですね。バトル3の最大の特徴は高分子ゴムフォーミュラになんとあの夢のナノ炭素素材グラフェンを世界で初めて配合したという点です。グラフェン？ダイヤモンドより硬くて銅より電気を通すっていうノーベル物理学賞でも話題になった超素材ですよね。それをラバーに入れちゃったんですか？その通り。天津ゴム工業緊急設計院 R&D センターの学術ライブラリーに掲載された顆粒グラフェン配合エラストマーマトリックス弾性ポテンシャル分析という論文によると、グラフェンをエラストマーゴムの分子差にナノ分散させることでトップシートの引き裂き強度、つまりタフネスと弾性復元力が劇的に向上することが証明されています。なるほど、ゴムの中にごく薄の最強バリアが張り巡らされているようなものですね。それによって打球感はどう変わるんですか？プラスチックボールに移行してからボールが硬くて重くなったため、従来のゴムシートだと変形した後の戻りが遅くエネルギーロスが発生していました。しかしグラフェンを配合したバトル3は強打時にシートが過度に潰れず超高速で元の形状に復元します。これにより中高陣からのドライブの引き合いでも相手の球威に押し負けず凄まじい反発力を得ることができるんです。すごい、まさにプラスチックボール時代のもう死後ですね。さらにスポンジにも二重構デュアルポア構造という新技術が使われているんですよね。はい、このスポンジは
大きな気泡の壁の中にさらにその10分の1の直径を持つ極小の気泡が分散されているという極めて製造難度の高い構造になっています。これによってボールが食い込んだ際の体積圧縮抵抗が減り、打球時のエネルギー散逸損失を最小限に抑えています。従来の中国ラバーって軽く当てただけだと全然飛ばなくてネットに落ちるっていうイメージがありましたけど、この二重鋼スポンジはそれを克服しているんですね。その通りです。軽打時には小さな気泡がクッションの役割を果たして球持ちを良くし、強打時には大きな気泡がダイナミックに潰れて爆発的なスピードを生み出す。実勢価格3700円前後でありながら、まさに次世代のテクノロジーがこれでもかと詰め込まれたハイテクラバーなんです。バトル3にはさらに限定仕様というかプレミアムなモデルが存在するんですよね。まずはバトル3ライトニング本当3試電。これ名前からして中二病心をくすぐられますが、笑い、どんなラバーなんですか？試電、非常にかっこいい響きですよね。これは中国ナショナルチームのリュウ・ウェイシャン選手やハー・ジオジャー選手といったトップ選手の使用を直接想定して作られた最高峰のプレミアムモデルです。一番の特徴はその名の通り鮮やかなグラデーションを描くパープルスポンジ、試電スポンジを搭載している点です。パープルのスポンジって本当にコートで映えますよね。性能的にも特別な技術が入っているんですか？ええ、この試電には EPS エナジープリセットシステムという技術が内蔵されています。これは工場出荷時の鋳立てチューニング効果を長期にわたって保存し、スポンジの活性状態を維持するシステムです。これによって驚異的な球持ちの良さから相手の強打を一撃で仕留めるカウンタードライブを可能にしています。実勢価格は5500円から7000円程度と高価ですが、その価値は十分にあります。プロ選手仕様のステータスを感じますね。そしてもう一つの実験的モデル、バトル対地、対極。これもまたものすごいアイデアで作られているとか。対極、対地はスポンジの表面、シート側37度と底面、キータ側40度で異なる高度を持たせた2層スポンジを一つの成形プロセスで作り上げた超度級の実験的モデルです。へえ、1枚のスポンジなのに上と下で硬さが違うんですか？どういうメリットがあるんですか？台上技術などボールが軽く当たるときは表面の30度という柔らかい部分が機能して抜群のコントロールと球持ちを提供します。一方で思い切ってフォアハンドドライブを打ったときはボールが深く食い込み、底面の40度という硬い部分がしっかりと支えて爆発的な反発力を生み出します。まさに対極の陰と陽、柔らかさと硬さの融合ですね。理論上は完璧なシステムなんですが、これには後ほど詳しく解説する ITTF レギュレーション用具規制の壁が立ちはだかることになります。しかしこの限界に挑む姿勢こそが天津ゴム研究所の技術者たちの熱いソウルを感じさせますね。さて続いてはブルーム方法ブルームシリーズです。こちらは新素材プラスチックボールに完全に的を絞って設計されたシリーズですね。そうです。セルロイドボールからプラスチックボールに変わった際、ボールの直径がわずかに大きくなり、素材も硬くなったため、従来のラバーでは回転がかかりにくい、ボールが重くて飛ばないという問題が発生しました。これを科学的な配合アプローチで完全にクリアしたのがブルームシリーズです。主にブルームパワーとブルームスピンの2種類が展開されています。なるほど。名前にパワーとスピンがついているから自分の戦術に合わせて選びやすいですね。まず、ブルームパワーから教えてください。ブルームパワーは729、自慢の強粘着トップシートに硬質で爆発的な推進力を発生させるパワーテンサースポンジを融合させています。スポンジ高度は45度または47度、中国基準と非常に硬く、中陣から後陣に下がっても相手コートに豪快なパワードライブを突き刺すことができるパワー志向のラバーです。硬いスポンジでボールを力強く押し出すわけですね。では一方のブルームスピンは？
ブルームスピンはスピードよりも回転の絶対値と機動的不規則性、癖玉を最優先したスピン特化型です。こちらは45度のややマイルドなスポンジを採用しており、ボールがシートにしっかりと引っかかる時間が長いため、下回転に対するループドライブの安定性が極めて高いのが特徴です。下回転を持ち上げるのが苦手な選手には、まさに救世主のようなラバーですね。バウンドした後にぐぐっと沈み込む変化も出しやすそうです。そうなんです。しかも実勢価格がどちらも約2000円前後と驚くほどリーズナブルです。中国ラバー特有の癖のある変化と高いスピン性能をプラスチックボールでも安価に体験したいというプレイヤーには真っ先におすすめしたいシリーズですね。ここまでは粘着ラバーの話がメインでしたが、実は729には粘着を一切使っていない非粘着テンションラバーの超ロングセラーがあるんですよね。それがこのフォーカス3スナイプ焦点3です。はい、出ました。フォーカス3スナイプは中国製ラバーのイメージを180度覆す完全非粘着のヨーロッパスタイルを追求した歴史的大ヒット作です。中国製ラバーって硬くて重くてペタペタしているっていうイメージがありますけど、このフォーカス3スナイプは全く違うんですよね。完全に逆ですね。トップシートはサラサラとした高グリップな非粘着で、スポンジは非常にソフトな42度中国基準、ドイツ基準だと約32から35度相当のダイナミックスポンジを組み合わせています。そして何より驚異的に軽いんです。軽い。これリメンダ砲を使うペンホルダーの選手やラケットが重くなりすぎて困っている選手にはめちゃくちゃ嬉しいポイントですよね。みんなの卓球部、洛西橿原卓球場などの実測検証データでも、フォーカス3スナイプのカット後重量は約 40g から 44g と、現行のテンションラバーの中でもトップクラスの軽量性を誇ります。打球感は八坂のマーク5やバタフライのスライバーのような、自分の力に対してリニアにまっすぐ飛んでいく極めて素直なコントロール性能を持っています。コントロールが抜群で軽いとなると特にバックハンドに最適ですね。その通りです。チキータでの台上レシーブから相手の強打をピッタッと止めるブロック、さらにはミート打ちまで、バックハンドに求められる全ての技術を高いレベルで安定させることができます。さらに日本製スポンジをインサートして球持ちと金属音を高めたアップグレードモデルフォーカス3プラスも展開されており、プレースタイルに合わせた選択が可能です。フォーカス3スナイプが中国製ラバーの最高傑作バックハンドラバーとして長年愛されている理由がよくわかります。しかも価格も1800円から2500円程度とお財布にも優しすぎます。お次は歴史の生き証人ともいえる伝統系レクリエーション系のラバーたちです。まずは何といってもこれ、729スーパー FX。いやー、懐かしいですね。729スーパー FX は1972年当時の伝説の強粘着配合を色濃くのかせ、まさに世界初の強粘着ラバーの系譜そのものです。コシが非常に強く、カチカチのブルークロススポンジや柔軟なオレンジスポンジを搭載したモデルが今なお生産されています。今でも作られているって本当に愛されているんですね。現代のラバーと比べるとどんな特徴があるんですか？現代の弾むラバーと比べるとはっきり言って弾みません。笑い。しかしボールをこするという感覚、サーブを強烈に切る感覚を覚えるにはこれ以上のラバーはありません。だから初心者が卓球の基礎技術を身につけるためのファーストステップとして今なお世界中で信頼されているんです。なるほど。弾まないからこそ自分の力でしっかり打つ技術が身につくわけですね。でも従来のスーパー FX ってちょっと重いのがネックですよね。そこを解消するために開発されたのが 729FX スーパーソフトや 72908ES、9ノーバンといった後継軽量化モデルです。FX スーパーソフトライトニングは極限まで軽量化されたソフトスポンジを組み合わせており、ジュニアやレディース層の最初のカスタムラバーとして最適化されています。重さをクリアした強粘着ラバーなんて使いやすさ抜群ですね。
そして 72908ES は有機グルが使用禁止になった現行のレギュレーションに合わせてスポンジ内部にテンション効果、内濃チューナー効果を永久記憶させたハイスペック粘着ラバーです。伝統的な粘着力による強烈な回転を維持しつつ、現代卓球に必要なスピードを補填した非常にスマートな進化を遂げたモデルと言えます。さあ、ここからは異質下流、つまり表ソフトや粒高ラバーの世界に入っていきます。729の技術は実は裏ソフトだけでなく、粒高や表ソフトでも世界を震撼させてきたんですよね。その通りです。中国卓球の多様性を支えているのは間違いなくこの下流技術です。まずご紹介するのは回転系、スピード系、表ソフトラバーの世界的大ベストセラー802および80240ミステリー3です。802シリーズ、これも世界中の表ソフトユーザーから絶大な支持を得ていますよね。天津ゴム研究所の微細分子設計により、台上のハーフピッチでのフリックやスマッシュにおいて金属的な弾き出しスピードを実現しつつ、相手コートにバウンドした瞬間にボールがお辞儀をする沈み込みナックルという表ソフト特有のいやらしさを高いコントロール性能で両立させています。うわー、対戦相手からしたらスマッシュされた上にバウンドが沈み込んでくるなんて一番嫌な救出ですね。そしてもう一つ、伝説の世界女王トウ・アヒョウ、デング・ヤーピン選手の使用を支えた755ミステリー3があります。出ましたね。東和表、魔法の粒高マジックピンプルズと呼ばれた755です。薄くてコシのある粒の物理設計により、相手がかけた強烈なドライブ回転をそのまま激しい下回転へと自動反転させて突き返すことができます。それだけでなく、自らプッシュした時には予測不能なフローティング、揺れるようなブレを発生させるんです。自動反転に加えてブレるナックルプッシュ、まさに魔法の粒高ですね。これを使ってオリンピックや世界選手権の金メダルを総なめにしたんですから、説得力が違います。さらに粒の表面に微細なローレット、ギザギザ加工を施してカットや守備のコントロールを高めた837ミステリーや、表面の摩擦を極限まで抑えつつもわずかなグリップを残し回転を殺すだけでなく、自らプッシュ攻撃を仕掛けられるアンチラバー804アンチスピンなど、一室技術のポートフォリオは完璧です。これらすべてが天津ゴム研究所の50年に及ぶ微細金型高分子技術の結晶なのです。ここからは用具オタクの皆様、お待たせいたしました。729の最先端テクノロジーを物理と科学の視点からケンジさんにがっつり深掘り解説していただきます。まずはナノグラフェン配合の物理モデルですね。はい、ここから少し学術的になりますよ。従来の卓球ラバーのゴムシートは弾性を高めるための充填剤としてカーボンブラックを練り込むのが材料工学上の限界でした。しかし729は世界で初めて二次元平面上の結晶格子を持つナノ素材グラフェンをエラストマーマテリックス、ゴム分子差にナノスケールで分散させることに成功しました。これによってゴム自体の物理的な特性がどう変わるんですか？天津ゴム研究所が発表した物理モデルによると、ゴムシートがボール衝突時に蓄積する弾性ポテンシャルエネルギー密度 U は以下のような方程式で定義されます。U イコール2分の1 EG エプシロンの2乗。ここで EG はグラフェンの配合によってゴムマトリックスの過強密度が向上した有効ヤング率、弾性率です。エプシロンはボール衝突時にトップシートの粒やベース層に加わる瞬間的な機械的歪み、ストレインです。数式が出ましたね。この EG、つまり有効ヤング率がグラフェンによって劇的にアップするということですか？その通りです。グラフェン分子はゴム分子差の隙間に強固な二次元物理化強を形成するため、グラフェンなしのゴムに比べて有効ヤング率 EG が劇的に向上します。これにより40ミリプラスの重いプラスチックボールが衝突してもシートが潰れすぎず、変形からの超高速復元によって衝突エネルギーをロスなく強烈なスピンエネルギー、弾性ポテンシャル U へと変換できるのです。
なるほど。潰れずにすぐ戻るからエネルギーのロスが少なくて、その分ボールがめちゃくちゃ回転して飛んでいくわけですね。グラフェンが単なる宣伝文句ではなく、物理学と材料工学に基づいた真のイノベーションであることが、この U=2分の 1EG エプシロンの事乗という公式からよくわかります。ナノグラフェンに続いて、今度は二重高構造スポンジの圧縮空気力学についてですね。こちらも何やら難しい数式があるようで。はい、バトル3に搭載されている走行系スポンジはデジタル顕微鏡1000倍の世界において大きな気泡の壁にさらに10分の1の微細気泡が整然と配置されていると先ほど言いましたね。このスポンジがボールから受ける衝撃エネルギーの応答、そして射出速度 V リバウンドは以下の熱力学的弾性的複合モデルによって決定されます。V リバウンドイコール V インパクト×E コンポジットマイナスデルタ V ビスカス。ここで V インパクトはボールの入射速度、E コンポジットは大小気泡の連動による複合反発係数、そしてデルタ V ビスカスは多孔質変形時のゴム材料内部の粘性摩擦及び気孔内の空気圧縮に伴う熱や音としてのエネルギー散逸損失因子です。うわー、物理の授業みたいですが、すごく面白いです。つまり、射出速度 V リバウンドを最大にするためには、引き算されているデルタ V ビスカスエネルギー損失を極限まで小さくすればいいんですね。素晴らしい。その通りです。従来の硬い中国製スポンジは、気泡の壁が厚い固体、ソリッドだったため、変形する際のゴム自体の分子摩擦、粘性散逸、デルタ V ビスカスが大きく、これがエネルギーを熱として逃がしてしまい、ボールが飛ばないデッドな打球感を生み出していました。なるほど。だから携帯の時にボールが失速してしまっていたんですね。しかし、二重高構造はその気泡壁そのものをミクロな空気干渉ポケットに変質させています。ボールが食い込むと、この極小空気ポケットが瞬時に伸縮し、ゴム自体の余計な変形摩擦を防ぐため、ヒステリシスロス、粘性散逸、デルタ V ビスカスが劇的に低下します。結果として複合反発係数 E コンポジットが極大化し、従来の中国ラバーの最大の弱点であったケイダジの失速を完全に克服し、強力な初速を実現してまもです。スポンジの中のミクロな空気ポケットたちがバネのように働いてボールを押し返してくれているんですね。天津ゴム研究所、本当に恐るべしです。ここからはこれらの高機能ラバーを実際のラケットとどう組み合わせるかという用具のエコロジー、相性について解説していただきます。まずは中国の伝統でもある中国式ペンホルダーの C ペンのリメンダ法 RPB とのマッチングですね。はい、中国式ペンホルダーのリメンダ法にはリバースペンホルドバックハンドの進化は実はフレンドシップ729の歴史と表裏一体の関係にあります。ペンホルダーのバック面に貼るラバーには極めてシビアな2つの条件が求められます。シビアな条件、重さとグリップ力ですか？その通り。一つは手首への負担を減らし、スイングスピードを最大化するための極限の軽量性。そしてもう一つは不十分な体勢からでも相手のドライブを正確に捉えてチキータやミートで弾き返すための滑らない確実なグリップ力です。なるほど。ペンはシェイクハンドに比べて手首の可動域が広い分、ラケットが重すぎると手首を痛めてしまいますもんね。そこで活躍するのがあのラバーですね。そうです。729スカイウィングや天翼、先ほど解説したフォーカス3スナイプです。天翼は極薄軽量の粘着シートも、フォーカス3スナイプは完全非粘着の超軽量スポンジを採用しており、カット後の重量はどちらも約40から44グラムに収まります。これをバック面に貼ることでラケット全体のバランスはどう変わるんですか？これらの軽量ラバーを729の純木製5枚合板 Z1 やアウター KLC を搭載したブルー ALC の裏面に貼ることで、ラケット全体の重心がグリップ寄りへとシフトします。重心が手元に近づくことで、手首の屈曲による疲労が劇的に軽減され、台上での鋭いバナナフリックや当てるだけのパッシブブロックが圧倒的にやりやすくなります。生力学的にも完璧に計算されたバックハンドシステムなんですね。
ただ軽いだけじゃなくて、729のシートが持つスリップしないグリップ力があるから安心してバックハンドを振っていける。これはペンホルダーの選手は今すぐ試すべき相性ですね。続いての用具、相性はフォア面の硬質粘着ラバー、バトル2ナショナルやバトル3などとブレードの板の相性についてです。よく粘着ラバーにはどんなラケットが合うのという質問を耳にしますが、ケンジさんいかがですか？これは非常に重要なポイントです。多くの人が弾みを補うために硬いアウターカーボンラケットに硬質粘着を貼ろうとしますが、これは高分子力学的には最悪の組み合わせになりかねません。アウターカーボンに粘着はダメなんですか？ダメというわけではありませんが、ボールをしっかり食い込ませるために並外れたフィジカル、つまり強靭なスイングスピードと筋力が必要になります。そうでないとボールが食い込む前に板で弾き返されてしまい、バウンド後に伸びのない棒玉になって失速してしまうんです。なるほど。ラバーも板も硬すぎると球持ちが全くなくなっちゃうんですね。では、推奨されるブレードは？みんなの卓球部や唐橋卓球の実測検証でも推奨されている木材の豊かなしなりを持つ7枚合板。例えば板厚を約 6.0 ミリに抑えてしなりを持たせたサンウェイフェクストラ7やカーボンを芯材の隣に配置したインナーカーボンラケットインヘプロ05などとの組み合わせです。しなりのあるブレードと合わせることで何が起きるんですか？インパクトの瞬間にブレードが物理的にボールを深く包み込む時間、デュエルタイムを創出してくれます。この一瞬のためがあるおかげで、すり打ちの段階では粘着シートの強烈な摩擦力を、強打の段階では二重鋼スポンジの爆発的な反発係数 E コンポジットを余すことなく引き出すことができます。一般のアマチュアプレイヤーであっても、中陣からバウンド後に信じられない角度で沈み伸びる重厚なパワードライブが安定して打てるようになるわけですね。その通りです。ラバー単体の性能だけでなく、ブレードの物理的な変形としなりが硬質粘着ラバーと調和して初めて真のパフォーマンスが解放されるのです。さあ、ここからはカタログやパッケージのきらびやかな説明の裏に隠された卓球用具業界の冷酷な実態に迫る不都合な真実コーナーです。ケンジさん、覚悟を決めて語ってください。まず一つ目は、イダテイ、つまりファクトリーチューンの寿命についてですね。はい、これは競技者にとって非常に冷酷な現実です。バトル2プロビンシャルやナショナル、そしてバトル3などはパッケージを開けた瞬間に凄まじい金属打球音と驚異的なスピード、一速を発揮します。これは工場出荷時にスポンジ裏面にあらかじめ特別なテンション可塑材、いわゆるイダテイ膜がプレコートされているからです。最初からちょっと反り返っているような感じのやつですね。そうです。しかし高分子化学の観点から言えば、この可塑成分はパッケージの密閉状態から解放された瞬間から空気中へと不規則に自己拡散、つまり揮発劣化を開始します。そして驚くべきことに、約2週間から4週間でその初期テンション効果の大半は消失するというのが冷酷な事実なのです。わずか2週間から1ヶ月で魔法が解けちゃうんですか？はい、昨夜のおもちゃ箱という有名な卓球ブログのラバー寿命検証でも指摘されていますが、新品の時は紙ラバーだったのに1ヶ月経ったら全く飛ばない、ただの木の板のようなデッドラバーになったと嘆く声が多いのは、まさにこれが原因です。じゃあプロの選手やトップ競技者たちはそのデッドなラバーを我慢して使っているんですか？いえ、ここに公然の秘密があります。彼らは性能を維持するために海部の海上明月やロキのブラックブースターといった補助材、つまりブースターを自分でスポンジ裏面に後加工で塗布し、ラバーを再膨張させて延命しているんです。つまり現代も硬質中国ラバーは本質的にブースティングを前提としたゴム設計になっているということです。公式カタログには絶対に書かれていない競技者たちの秘密のオペレーションですね。イダテイの寿命を正しく理解しておかないと不良品をつかまされたと勘違いしてしまうかもしれません。
続いての不都合な真実、2つ目はコード表記の罠です。これ、中国製ラバーを買うときに一番混乱するポイントなんですよね。39度って柔らかいの？硬いの？っていつもわからなくなります。これは卓球用具を購入する上で絶対に知っておかなければならない計測工学的な罠です。729ラバーに表記されている38度、39度、40度という数値を日本やドイツ製ラバーの高度40度と同一に比較することは物理的に大きな過ちです。何が違うんですか？測り方自体が違うんですか？その通りです。日本バタフライなどドイツ ESN 社などのラバーコード系は比較的柔らかい多孔質スポンジを測定するのに適したショア C またはドイツ ESN 基準を使用しています。一方で729や DHS などの中国メーカーが伝統的に用いているのはゴムそのものの硬さを測定するより硬質な規格ショア A 中国式コードなんです。ショア A とショア C、測定のスケールが根本的に違うんですね。どれくらいの差があるんですか？沢級スポーツが公開している中国コード対日読コード測定スケール換算表によると、中国式コードショア A の39度は日本ドイツ式コードショア C に換算するとなんと約51から53度の超ウルトラ硬質スポンジに相当します。53度？バタフライのラバーでいれば最高に硬い部類のコードじゃないですか。そうなんです。このスケールの違いを理解せず、今使っているドイツ製テンションラバーが45度だから中国ラバーの40度、例えばバトル2ゴールドなどを買ってみようとすると高度54度超えの鉄板のようなラバーが届くことになります。当然スイング時にスポンジを全く食い込ませることができず、ボールが全てネットにかかる飛び落ちミスを連発して失敗することになります。うわあ、それは大惨事ですね。中国ラバーを買うときは数字が小さいからって柔らかいわけじゃないというショア A の罠を必ず頭に叩き込んでおく必要がありますね。不都合な真実、最後の3つ目はレジャー用や初心者用のラケットによくあるスターランクシステムのからくりです。5つ星ラケットとか9つ星ラケットとか星が多いほど強そうに見えますよね。はい、729は世界中のレジャー層や初心者向けに1つ星からなんと9つ星までランク付けされた完成品ラケット、つまりあらかじめラバーが貼り付けられたラケットを安価で大量に販売しています。しかしこの9つ星という評価、国際卓球連盟 ITTF などの公的機関が定めた基準だと思っていませんか？違うんですか？星が多い方が国際公認級みたいに何かすごい審査をクリアした証なのかと思っていました。全く違います。これは単なる自社ラインナップ内における相対的なパッケージングの価格差、つまりメーカー独自のマーケティング表示に過ぎないのです。へえ、メーカーが勝手につけている星だったんですか？そうです。実際にはどれだけ高級な9つ星完成品パッケージであっても、貼られているラバー自体は大量生産された極めて低コストなコマーシャル、つまり一般市販品グレードのラバーです。本格的な競技用ブレードを単体で購入し、専門の職人が手作業でバトル2ナショナルやフォーカス3スナイプを貼り合わせたカスタムラケットのパフォーマンスには、個体精度、振動減衰率、反発係数のどれをとってもはるかに及びません。なるほど。形は豪華に見えても中身のゴムや木材の質は単品売りの競技用具とは全然別物なんですね。はい、初心者が本気で上達したいと願うのであれば、メーカーのマーケティング的なスター表記に惑わされることなく、早い段階で単品のラケットとラバーを組み合わせて購入するステップアップを強くお勧めします。さて、ここからは誰もが知りたいライバル他社製ハイブリッド粘着テンションラバーとの徹底比較のコーナーです。まずは中国粘着ラバー界の絶対王者、高層機の強氷3ネオ小国用と729のバトル2ナショナル国用のガチンコ比較からお願いします。これは非常に面白い比較です。DHS の強氷3ネオはトップシートが極めて硬く、打球の瞬間にプレイヤー自身が下半身からのパワーを完全に伝えてボールを食い込ませる、つまりエンゲージすることを求めます。
もしスイングスピードが足りないと、ボールは回転がかからずに棒玉になって失速するか、相手の回転に負けてネットに突き刺さるという極めて高いフィジカル要求値、つまり生体力学レベルを突きつけてきます。帳票は使いこなせれば最強だけど、とにかく難しいと言われる理由ですね。では、それに対してバトル2ナショナルはどうですか？ 729のバトル2ナショナルは、強票に比べてトップシートがわずかに柔軟、つまりフレキシブルに配合されています。そのため、スイングスピードが中程度のアマチュアプレイヤーであっても、ボールがシートをしっかりと噛んでくれて、放物線を描いて上に持ち上がりやすい、寛容度が高いんです。アマチュアにとってもミスの少ない扱いやすい強粘着なんですね。さらにもう一つ決定的な実践的差別化ポイントがあります。それは重量です。未カット状態での重量を比較すると、バトル2ナショナルは強票に比べて平均して3から5グラム程度軽量に仕上がっているんです。3から5グラム。これラケットの両面に裏ソフトを貼る現代の卓球においてめちゃくちゃ大きな差じゃないですか。おっしゃる通りです。総重量が軽くなれば、ピッチの速い現代のラリー戦において切り返しの振り遅れを防ぐことができます。これはカタログスペックの数値には現れない極めて実践的な729のアドバンテージですね。続いての比較はまさに日中の最高峰イノベーション対決。バタフライの超人気粘着テンションディグニクス 09C と729の最新フラッグシップバトル3ライトニング本当3試電の対決です。ケンジさん、これは熱いですね。熱いですね。バタフライのディグニックス 09C は独自のスプリングスポンジ X と微粘着シートを融合させ、多少体勢が崩れたりタイミングがずれたりしても、ラバー自体のオートマチックなドーム復元力で安全な弧線を描き、相手コート深くに収めてくれる圧倒的なミス修正率が特徴です。まさに安心と信頼のバタフライですね。対するバトル3ライトニング試電はどう立ち向かうんですか？バトル3ライトニング試電は、先ほど述べたグラフェン保守、つまりグラフェン補強と二重鋼スポンジの連動により、中後陣からのフルスイング時においてスポンジが底付きをせず、プレイヤーのパワーを 100% ダイレクトにボールの運動エネルギーへと変換するという極めてリニアなパワー上限、つまり天井値を持っています。ディグニックスがオートマチックな安定なら、試練はプレイヤーのパワーのダイレクトな解放なんですね。弾道や軌道にはどんな違いが出ますか？弾道はディグニクス 09C に比べて非常に直線的で平らなフラット軌道を描きます。そして相手コートにバウンドした後に急激に前方へ加速しつつ沈み込む、粘着特有のえぐい二足の伸びを発生させます。うわー、バウンド後に低く滑るように伸びてくるドライブですね。あれはブロックする側からしたら恐怖でしかありません。自らスイングを加速させて主導権を握り、相手を圧倒したいアクティブなドライブマンにとっては、このバトル3ライトニングがディグニクス 09C をも凌駕する絶対的な得点力を提供してくれるのです。ここからはケミカル製品の検証に入りましょう。実は729の接着剤やクリーナーなどのメンテナンス用品は、他社製のラバーやラケットを使っているプレイヤーからも隠れた名作として絶大な支持を得ているんですよね。はい、ITTF のスピードグルー、つまり有機溶剤禁止レギュレーション以降、水溶性接着剤が主流になりましたが、7729が開発した7729水溶性無機接着剤無機香水は、天津ゴム研究所のエンジニアリング知見が詰め込まれた傑作です。100% 純天然の有機ラテックス乳化液を主成分とし、顆粒除剤と極性アクリルエマルジョンを高精度にブロッキングしています。接着剤ってどれも貼れれば同じなんじゃないのって思われがちですが、何がそんなにすごいんですか？最大の違いは、あまりに皮の剥がしやすさ、剥離性にあります。他社製の接着剤は成膜後に乾燥すると硬く脆い紙のようなフィルムになりますが、729の接着膜は天然ゴム分子差の絡み合いが非常に密なため、引っ張ると破れずに大きく伸びる極めて強靭な1枚のゴムフィルムを形成します。
じゃあ、ラバーをラケットから剥がすときに途中でボロボロちぎれたりせずに、ピーッと一気に剥がせるんですか？その通りです。競技者はラバーを頻繁に張り替えますが、他社製接着剤だと剥がすときにデリケートな対気泡、つまりマクロポアスポンジの端がちぎれてしまったり、ラケットの表面の極薄木材繊維を引きちぎってしまう木剥がれトラブルが多発します。しかし、729の接着剤ならそのリスクを完全にシャットアウトします。大切なラバーやラケットを傷つけずに守れる接着剤なんですね。高分子量を天然ゴムの絡み合いをコントロールするなんて、さすがゴム科学の専門研究所 RITC の仕業です。さて、ここからはネット上でまことしやかにささやかれているある都市伝説について白黒はっきりさせたいと思います。それは非粘着テンションの超粘撮フォーカス3スナイプは実はドイツの有名 OEM 工場である ESN 社製あるいは ESN の部材を使っているのではないかという噂です。ネット掲示板や卓球専門店のベテランたちの間で今なお熱く議論されているテーマですね。結論からはっきり言いましょう。この ESN 生産説は材料価格及び流通経路の観点から検証すると完全に事実無限の都市伝説です。本当に 100% 事実無限なんですか？でもどうしてそんな噂がこれほどまでに信じられているんですか？理由は主に2つあります。第一に、フォーカス3スナイプが中国製ラバー特有の重厚さ、独特のゴム臭、強粘着性を根本から覆し、ドイツ製テンションラバーと物理的に見分けがつかないレベルのマクロポア、粗気泡、ケーキスポンジと高摩擦非粘着トップシートのエミュレートに完璧に成功したからです。なるほど。打球感も見た目もあまりにもドイツ製にそっくりだったんですね。そして第2に、その価格です。本家ドイツ製テンションラバーが5000円から7000円する中、フォーカス3スナイプは3分の1以下の1000円台から2000円台前半で販売されています。ユーザーはこれほどの高性能なテンションラバーを中国が独自に、しかもこの超低価格で作れるはずがない。絶対にドイツの ESN が作るに違いないと無意識に認知バイアスを起こしてしまったのです。うわー、性能が良すぎて安すぎるから裏があるに違いないと思われた結果の都市説だったんですね。本製品は原材料調達から高分子下流ラインに至るまで 100% 天津のフレンドシップ自社工場で一貫成形されています。この都市伝説そのものが729のエンジニアリング能力の凄まじさを証明する最高の賛辞であると言えますね。続いては視聴者様コメントに対してさらに調べてみましたシリーズでも特に多かったバトル対地対極の2層コードスポンジがなぜ ITTF 国際卓球連盟の公式戦で使用できないのかというレギュレーション問題です。ケンジさん、何が引っかかっているんですか？これは国際卓球連盟が定める用具承認規則 ITTF テクニカルリーフレット T4 の規定に完全に抵触してしまっているからです。どのようなルールなんですか？ ITTF のルールでは、ラバーの総圧はスポンジとトップシートを含めて 4.0mm 以内とし、スポンジは均一な一層の多孔質または気泡材料でなければならないと明確にシングルレイヤールールが規定されています。単一の一層。でも対極は上側が37度、下側が40度の2層スポンジなんですよね。そうです。メーカーは接着剤による多層構造ではなく、一体成形のホーム過程において、スポンジ内の深さに応じて、気泡密度、顆粒率をリニアに変化させるグラデーション成形技術でこれをクリアしようとしました。しかし、ITTF の断面検査機器による組成、高度、グラデーエント測定において、物理的な二層構造、物理的単一性の欠如と判定され、プロツアーなどの公式戦での使用制限を課されてしまったのです。一体成形の技術があっても検査では異なる2層の積層とみなされてしまったんですね。ルールは厳しいです。しかし、一般のアマチュアリーグやクラブの練習、卓球指導の現場においては、これほどフィジカルに依存せず、台上技術のやりやすさと強打時の威力を両立できるイノベーション技術はありません。ルールには弾かれましたが、
卓球用具史に刻まれるべきマイルストーン用具であることは間違いありません。続いての視聴者様からの疑問です。バトル3に配合されているグラフェンって本当に劣化防止に役立っているの？ただの宣伝じゃないの？というかなり鋭いツッコミです。ケンジさん、これ高分子材料試験データの観点からはどうですか？素晴らしい質問ですね。結論から申し上げますと、ナノグラフェンの二次元シートバリア効果により、トップシートの粘着性の持続期間は従来のバトル2レギュラーに比べて物理的に最大 1.8 倍向上していることが実証されています。1.8 倍も長持ちするんですか？全然宣伝だけじゃなかった。粘着ラバーが酸化して白く粉を吹いたり、粘着力が死滅してしまう最大の原因は、空気中の酸素分子や水分、そして日光の紫外線がゴムシートの分子差を攻撃し、タッキネス、自己粘着成分を不可逆的に破壊することです。はい、使っているとだんだんツルツルになっちゃいますよね。グラフェンは炭素原子が六角形の格子状に並んだ不透過性の極めて高い二次元シート分子です。これがゴム機材の隙間にナノスケールで細密配置・分散されることで、外部の酸素や水分がゴム表面の奥深くへ侵入するのを物理的に遮断、メイロパス効果によるブロッキングバリアします。なるほど。酸素がゴムの中に張り込もうとしても、グラフェンが壁になって遮断してくれるんですね。その通りです。そのため、保護シートをうっかり貼り忘れて数時間放置してしまったとしても、ゴム表面の酸化、エイジング現象が最小限に抑えられ、優れたグリップ性能と自己粘着性が長期間新品に近い状態で保存されます。729のグラフェンテクノロジーは紛れもない材料科学の勝利なのです。ここからは実際に729の高性能ラバ、特にバトル2、プロビンシャル、ナショナルなどを購入する際の超重要な自己防衛についてです。実はネット上で偽物、スーパーコピー品がかなり出回っているって本当ですか？悲しいことですが本当です。729のバトル2などは世界中で爆発的に売れているベストセラーラバーであるため、アリエクスプレスや一部のオークションサイト、フリマアプリにおいて外見が極めて精巧なコピー品が横行しています。これを避けるためには二重の自己防衛システムを必ず実践してください。二重の自己防衛システム、具体的にどうすればいいんですか？まず第一のステップは公式認定ストアの選定です。アリエクスプレスで購入する際は729オフィシャルストアなどメーカー直営、または取引実績が極めて高く、好意的なフィードバックが 95% を超えている卓球専門ショップのみに買い先を厳格に限定してください。まずは買う場所をちゃんと選ぶことですね。そして届いてからの第2のステップは、ホログラムシールによる防御安全クエリの即時実行です。製品のパッケージ略面には見る角度で模様が変化するホログラム偽造防止シールが貼られています。その中心部にはグレーのスクラッチ層がありますので、コインで優しく削ってください。削ると中にコードが出てくるんですね。そうです。そこに出現する世界に一つだけのランダムなセキュリティシリアルコードをフレンドシップ729本国の中国公式サイトにある防御検索防御安全クエリーに入力します。これによって天津の自社工場で厳しいクオリティチェックを正式にパスした正規品であるかどうかの即時判定、アクティベーション履歴が1回目であることの確認が実行できます。このコードが紹介されたのは1回目ですと出れば、確実に本物の新品ということですね。国境ブルースポンジ判定と同じように、この即時チェックをルーティンにすることで、偽物を 100% 排除できますね。正規品を安全に手に入れるルートとして、他にも日本のユーザーが利用できる主な調達チャンネルがいくつかあるんですよね。ケンジさん、代表的な方法を整理していただけますか？はい、日本のユーザーが729ラバー、特に上位グレードや変化系モデルを調達するルートは主に3つに分類されます。1つ目は国内の信頼できる卓球専門オンラインプロショップ、例えば卓撃屋やジャスポ、
あるいはコアユーザー向けで有名な WRM ワールドラバーマーケットなどの並行輸入ルートです。WRM さんなんかは独自の特注仕様、例えばアポロ5超極薄やバトル 3WRM 選別版なども展開していて、解説動画も豊富でミスマッチがなくて安心ですよね。そうですね。国内はそうなので、数日で届き、日本語による万全のアフターサポートがあります。2つ目は、先ほど述べたアリエクスプレスによる天津工場直送取引です。本国の一次流通に最も近いため、非常に安価で、日本未発売の限定機材、例えば、バトル3、ライトニング、シデンのハーズオジア選手、支給スペックなども手に入ります。マニア向けの激レア機材ならアリエク直送ですね。ただ、個人輸入する際にちょっと気になる関税ルールの改正の話があるとか？よく勉強していますね。現在、日本では合計課税価格が1万円以下、購入価格ベースで16,666円以下であれば、関税及び国内消費税が免税されるルールが広く適用されています。しかし、財務省が発表した令和8年度関税改正の大綱などにおいて、個人輸入免税制度の見直し、現行の 0.6 倍算出ルールの廃止や免税枠自体の縮小などが順次検討実施されています。ということは、今後はアリエクとかでラバーを安く個人輸入しようとしても、税金がかかってコストが上がってしまうリスクがあるということですか？その通りです。今後の個人輸入における調達コストの上昇リスクに備え、国内の信頼できる専門ショップ経由での購入と、海外直送のコストバランスを常に意識しておく必要があります。せっかく手に入れたフレンドシップの高性能粘着ラバー。できるだけ長く新品同様の状態で使いたいですよね。そこで729ラバーを長持ちさせるための正しいメンテナンスについて、科学的な視点から解説をお願いします。粘着ラバーの寿命を決定づけるのは日常の正しいケアです。特に練習後のラバー表面には、ボールから付着したプラスチックの微粉末や手の油、汗などが大量にこびりついています。これをそのままにしておくとどうなるんですか？汚れがラバー表面のタッキネス、自己粘着成分を物理的に覆い隠してしまい、グリップ力が激減します。それだけでなく、汚れに含まれる水分や皮脂が原因で、ゴムの酸化、エイジング現象が加速してしまいます。恐ろしい。では、どうやってクリーニングすればよいですか？まず、皮脂や汗を科学的にクレンジングするために、植物由来の中性クリーナー、泡スプレーなどで優しく表面を洗浄します。そして水気をしっかりと飛ばした後、ここからが最重要ポイントです。最重要ポイント、何ですか？必ず DHS が推奨するような粘着ラバー用非粘着保護シート、摩擦保護フィルムを使用してください。ここで粘着性の保護シートを使ってしまうと、ラバー表面のタッキネス成分が保護シート側に吸い取られてしまい、かえってラバーの寿命を縮めることになります。へえ、粘着ラバーには非粘着保護シート、非粘着ラバーには粘着保護シートを使うのが鉄則なんですね。逆だと思っていました。そうなんです。これは非常に多い誤解です。さらにシートを貼る際は専用のラバーローラーを用いて、シートとラバーの間の空気を完全に押し出して密着させて保管してください。空気を完全に遮断することでゴムの酸化をシャットアウトし、グラフェンのバリア効果と相まって極上の粘着力を数ヶ月にわたって維持することが可能になります。さて、ここで一旦7ウ級の使用ラバーのスペックや価格を整理した比較テーブルを見ながら、自分にぴったりの1枚を見つける戦術別ラバー選定ガイドをお届けします。ケンジさん、モデルごとの立ち位置を分かりやすく教えてください。はい、わかりやすくカテゴリー別でおすすめを絞り込みましょう。
まず、フォアハンドで一撃必殺のパワードライブを打ちたい、フィジカルに自信のある競技者向けです。圧倒的パワー重視ですね。その場合は、最高峰のバトル3ライトニング、視電39から 41.5 度、または選別基準の極みであるバトル2ナショナル39度がおすすめです。しなりのあるインナーカーボンブレードと組み合わせることで、強烈な回転と伸びる2速、バウンド後の加速でラリーを支配できます。では予算を抑えつつ現代的な粘着テンションの使いやすさを体験したいアマチュアプレイヤーは、それならグラフェン配合で寿命も長く軽打時の失速を防ぐバトル3、または新素材プラスチックボールへの完全適化を遂げたブルームパワー、単砲パワー45、47度が抜群の相性です。ブルームパワーは実勢価格約2000円と圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。さらに引き出すように明るく、そしてバックハンドの安定性と軽さを最優先したいシェイク両ハンド型、あるいはペンホルダー裏面打法の選手は、迷わず完全非粘着テンションのフォーカス3スナイプの42度を選択してください。カット後重量 40g 台前半の極限の軽量性とマーク5を彷彿とさせる素直でリニアな操作性により、バックハンドのミスを劇的に減らすことができます。こうして見ると初心者から超一流のプロ選手まで、そして裏ソフトから粒高、表、アンチに至るまで、全ての線形を完璧にカバーするポートフォリオが完成していますね。709が半世紀以上にわたって世界中で愛され続けている理由が、この盤石な製品群からよくわかります。さて、ここまでフレンドシップ729の歴史、素材工学、製品群、そして数々の業界の真実について徹底的に解説してきましたが、いかがでしたか？もうお腹いっぱいです。でも本当に深くて面白い話ばかりでした。ただの安い中国ラバーメーカーだと思っていた729が、実は周恩来総理主導の国家的プロジェクトから始まり、天津ゴム工業研究設計院という科学の英知を結集して作られた RITC という偉大な血統を持っていたこと。そうですね。彼らがもたらしたのは単なる用具の提供ではありません。卓球界における科学的アプローチによるパラダイムシフトそのものです。1972年に世界初の強粘着ラバーを開発し、中国卓球を世界の頂点へと押し上げ、現代に至るまで63個以上の世界タイトルを支えてきた。そして現代でもグラフェン配合によるマトリックス強化や二重鋼構造スポンジによる圧縮空気力学の応用など、常にゴム高分子化学の最先端を走り続けている。はい、スピードグルーが禁止されプラスチックボールに移行するという ITTF の度重なるルール改正、レギュレーション変更の荒波の中でも、彼らはその高度なエンジニアリング技術によって常にルールに適応し、あるいは限界に挑む革新的な用具を作り出し続けてきました。本当にエンジニアたちの熱い執念とソウルを感じますよね。メーカーやベテランプレイヤーたちが教えてくれなかった韋駄手の寿命問題やショア A とショア C のコード換算の罠といった冷酷な真実も科学的な視点で客観的に理解することで、私たちはより賢く、より自分に合った用具を選ぶことができるようになります。それでは最後に、今回の包括的調査分析をもとに視聴者の皆様がフレンドシップ729製品を実際に導入し、最高のパフォーマンスを発揮し、それを長持ちさせるための3つの実践的提言をまとめていただきましょう。わかりました。皆様が明日からの用語選びで失敗しないための3つの黄金ルールです。黄金ルールその1、フィジカルと打球スタイルに合わせたコードシリーズの客観的換算です。従来のテンションラバー、ショア C、ESN 基準から移行する場合、中国コード、ショア A の罠に引っかからないよう注意してください。柔らかいバック面や扱いやすさを重視するなら、フォーカス3スナイプ42度、強烈なフォアハンドドライブを求めるなら、しなりのあるインナーカーボン、InAJ Pro 05などに、バトル2ナショナル39度、ブルースポンジを貼る一体型エコシステムを構築してください。黄金ルールその2、専用接着剤クリーナーを併用したトータル保護の徹底です。ラバーの張り替えには大気孔スポンジや繊細なラケット表面を傷つけない凝集性と精膜性に優れた729純正水溶性無機接着剤を使用してください。日常のケアでは中性クリーナーで皮脂や汗をクレンジングし、非粘着保護シート、摩擦復活フィルムをラバーローラーで空気抜きして密着保管してください。
これで酸化を最小限に防げます。黄金ルールその3、確実な製品調達と真贋検索の履行です。偽物のスーパーコピーをつかまされないために極端な安さに惑わされることなく、アリエクスプレスでは729オフィシャルストアなどの認定直営ストア、または WRM や国内の信頼できる並行輸入専門店、卓劇やジャスポ等を厳選してください。手元に届いたら即座にホログラムシールのスクラッチを削り、公式サイトの防偽判定クエリにセキュリティシリアルナンバーを入力してアクティベーション1回目を確認してください。完璧な3ステップですね。これを守れば偽造品リスクを完璧に排除し、729ラバー本来のスマジーパフォーマンスを 100% 解放し、しかも長く愛用できますね。ケンジさん、今日も本当に素晴らしい深すぎる講義をありがとうございました。こちらこそ最後に真剣に、そして楽しく聞いてくれてありがとうございました。美咲ちゃん、卓球の用具はただの道具ではなく、高分子科学と物理科学、熟練工のクラフトマンシップ、そして歴史と情熱が紡ぎ出したアートのようなものです。今回の解説を通じて、皆様がフレンドシップ729という偉大なブランドに興味を持ち、自分のプレーをさらに進化させるきっかけになれば、これ以上の喜びはありません。本当にそうですね。RITC のロゴマークを見る目が今日から完全に変わりました。歴史の重みと最先端科学のバリアを感じながら、私も次の練習でバトル3を振るのが楽しみで仕方がありません。ぜひグラフェン補強と二重高スポンジの生み出すえぐい二足の伸びを体感してください。ただし個人輸入免税枠の改正リスクなど最新の市場動向にも常にアンテナを張っておいてくださいね。はい、しっかりニュースもチェックしておきます。それでは皆様、今回の動画が少しでも参考になった、面白かったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄に729ラバーの使用感や質問をどしどし書き込んでくださいね。はい、皆様からのコメントがこの視聴者様コメントに対してさらに調べてみましたシリーズの最大の原動力です。ぜひ熱い議論をお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。